こんにちは。今回はフリーCADの変数を使いながらヘッドホンスタンドを作っていきます。さてまずは完成品を少しだけ見てみましょう。今、支柱の高さを変更しました。すると、上のハンガー部分も自動で正しい位置に移動しました。これはフリーCADで意味のある数値を変数として管理しているためです。今回はヘッドホンスタンドを作りながら変数バーセットの基本的な使い方と設計変更に強いモデルの作り方を学んでいきます。説明が早すぎる部分は一時停止やスロー再生でご視聴ください。まず変数というのは簡単に言うと数字に名前を付ける仕組みです。例えば150という数字だけだと後から見た時に何の150なのか分かりません。ですがホールハイトという名前を付けておけばこれは支柱の高さのことだと分かります。つまりフリーCADでは単なる数字ではなく意味を持った値として管理していくという考え方になります。今回の動画ではこの考え方を実際にモデルを作りながら学びます。サンプルモデルをシンプルにするため支柱の高さと支柱とハンガー部分をはめ込む穴のクリアランスだけ変数にすることとします。変数を使う最大のメリットは後から数字の意味がわかることと1箇所変更すれば全部に反映されることです。特に 3D プリンターで作る場合は印刷後に少し緩いなと思った時にすぐに修正できるのが強みとなります。ではまず最初に土台となるベース部分を作っていきます。すでにボディを追加していますのでスケッチから始めましょう。上から見た状態でスケッチを作成します。XY 平面を選択します。丸い円をベース形状にします。円アイコンをクリックしてください。円の中心となる原点をクリックします。続いて直径を 120mm と入力します。スケッチを閉じます。カットアイコンをクリックします。長さを 20mm に設定します。ベース部分が完成しました。次に支柱部分を作成します。ベースの円柱の上面を選択します。スケッチアイコンをクリックします。ここではベース円柱に対して位置合わせしやすくするため補助線としてストックします。では構築ジオメトリアイコンをクリックして補助線モードにします。外部投影アイコンをクリック。ベースの円柱エッジを選択してください。補助線としてベースの円柱エッジをストックしました。もう一度構築ジオメトリアイコンをクリックして実線モードに切り替えます。では支柱の円を描きます。円アイコンをクリックしてください。ベース円柱の補助線エッジ内部に円を描きます。直径は 20mm とします。あとはコントロールキーを押しながら描いた円のエッジと補助線としてストックした円のエッジを選択して接線高速アイコンをクリック。続いてコントロールキーを押しながら円の中心を選択して Y 軸を選択。一致高速アイコンをクリックして円を固定します。ではスケッチを閉じましょう。さて支柱を立体化する前に今回のテーマである変数を設定します。まず最初にグループを作成します。ボディの外側、ここでは名前未設定と書いているファイル名の部分を選択した状態で新規グループアイコンをクリックしてください。モデルツリーのリストにグループが追加されました。さてこのグループですが関連するものを整理してまとめるためのフォルダのような機能です。今回はこのモデル全体で使う設定をまとめる場所として使います。次に変数セットバーセットを作成します。バーセットは変数をまとめて管理するための機能です。モデルツリーのグループを選択した状態で変数セットアイコンをクリックしてください。ここで表示されたダイアログに変数を設定していきます。では最初の変数を作ってみます。まず支柱の高さを設定したいのでホールハイトという名前にします。値は 150mm に設定します。入力したら追加ボタンをクリックします。ではひとまずダイアログを閉じます。モデルツリーのグループの中にバーセットが追加されています。この変数を支柱の高さに使ってみます。では支柱の円スケッチを選択してカットアイコンをクリックします。ここで支柱の高さに変数を使ってみます。長さ入力欄の右側にある FX を押します。
ここにバーセットポールハイトと入力します。ちなみにデカコウとバーセットのラベル名で参照できます。ラベル名は後から変更しても式が壊れにくいので安全です。を使わない場合はオブジェクト名として指定したことになります。ここではバーセットというラベル名で指定した方が分かりやすいと思いますのでを使うことにします。では入力が終わったら OK で閉じます。長さの欄が 150mm と表示されています。これでバーセットに設定したポールハイトの値が長さの値と連動したことになります。続いて上部のハンガー部分を作成していきます。今回はヘッドホンを引っ掛けるだけのシンプルな形状にします。まずはハンガー用のボディを作成します。ボディ001がハンガーのボディとなります。一旦ベース部分が邪魔なのでベース部分のボディを非表示にします。ではボディ001がアクティブになっていることを確認してください。スケッチアイコンをクリックしてください。正面から見た状態で作図しますので XY 平面を選択します。四角形アイコンをクリックして適当な位置サイズで描画してください。長方形の対角点を2点選択します。最後に原点を選択して対象高速アイコンをクリックします。これで原点を基準に拘束されました。続いて長方形の底辺を選択して水平寸法アイコンをクリック。長さを 80mm と入力します。次に画面の通り長方形の縦線を選択して垂直寸法アイコンをクリック。長さを 50mm と入力します。スケッチを閉じます。カットアイコンをクリックします。長さを 20mm と入力します。ここでこのハンガー形状の底面にポールを差し込む穴を開けます。ポールと同じサイズで穴を開けると 3D プリンターで印刷した時にきつくてはまらなくなります。そのため部品同士の隙間サイズを調整できるように変数として登録します。モデルツリーのバーセットをダブルクリックしてください。今回はクリアランスという名前にしておきます。値は 0.2mm と入力します。入力が終わったら追加ボタンを謳歌します。ではダイアログを閉じます。バーセットのプロパティにクリアランスが追加されていますね。このように後から変更しそうな値を変数化しておくと後の調整がかなり楽になります。それでは背面にポールを刺す穴を作ります。モデルを裏側から見て背面を選択します。スケッチアイコンをクリックします。円アイコンをクリックします。適当な位置サイズで描いてください。コントロールキーを押しながら円の中心と原点を選択してください。一致高速アイコンをクリックします。次に円のサイズを設定します。円エッジを選択して直径寸法高速アイコンをクリックしてください。直径入力欄の右側にある FX を押します。ここで先ほど設定したクリアランスとポールの直径 20mm を足したサイズを入力します。バーセットクリアランス足す 20mm と入力します。フリーキャドでは長さ同士を計算する場合固定値にも 20mm のように単位をつける必要があります。入力が終わったら OK でダイアログを閉じます。直径がちゃんと 20.20mm になっていますね。スケッチを閉じます。ポケットアイコンをクリックしてください。長さは 18mm とします。フィレットを適用して形を整えます。コントロールキーを押しながら2つの辺を選択してフィレットアイコンをクリックします。半径は 16mm とします。これでハンガーの形状が完成しました。ではとりあえず見た目だけベース部分と位置合わせしてみましょう。ここではプレースメントの変換機能を使ってベース部分のボディとハンガー部分のボディ001をドッキングします。変換機能の細かい使い方については別動画で解説していますので動画概要欄をご参照ください。ここでは早送りで飛ばします。はい、ということで見た目だけはベース部分とハンガー部分の位置がぴったり合っています。ですがこの状態だとポールの長さを変えたらハンガー部分は離れ離れになってしまいます。ということでハンガー部分の高さも変数で連動するようにしてみましょう。
ハンガーは支柱の上に乗る部品なので、高さだけを変えたい場合はプレースメントの G を変えるのが一番シンプルです。ボディ001のプレースメント項目 G 座標を確認してください。FX ボタンをクリックします。ここに 20mm 足すバーセットポールハイト -18mm と入力します。長さ同士の計算になりますので -18mm のように単位をつけます。この式ではベースの高さが 20mm、ハンガーの差し込み深さが 18mm なので、その分を考慮した位置にしています。ではバーセットのポールハイトを変更してみましょう。 70mm に変更、 100mm に変更、 150mm に変更。支柱の高さだけではなくハンガー位置までちゃんと追従しています。このように支柱の高さをポールハイトのような名前、つまり設計意図として残しておくと、モデルを後から見返した時や他人に渡した時に非常に分かりやすくなります。ついでにクリアランスの変更も見てみましょう。 0.2mm から見た目で分かりやすいように 20mm という極端に大きい値へ変更してみます。ハンガー側の穴が大きくなりました。続いて 5mm。 このようにもし 3D プリンターで印刷した後にきつすぎる、緩すぎると感じた場合でも変数を変更するだけで簡単に調整することができます。フリーCADの変数を使うことで形だけではなく設計の意味を管理することができます。最後にバーセットを使う時の基本ルールをざっと整理しておきます。まず変数名は意味がわかる名前にしましょう。変数にはタイプという項目があります。変数には長さ用、角度用、数値用など値の種類があります。今回は長さを扱うプロパティレングスを使用しています。変数を参照する場合は今回のようにバーセット、ポールハイトのような表記で使用します。また変数同士がお互いを参照してしまうと循環参照になり、フリーCADが値を計算できなくなります。そして今回のようにグループにまとめておくとモデル全体の設定が管理しやすくなります。続いて変数の配置イメージをざっくり整理しておきます。今回のようにモデル全体で使う設定はグループ内にバーセットを置くと管理しやすくなります。一方で特定のボディだけで使う設定ならボディ内にバーセットを置く考え方もあります。そして変数が大量に増えてきた場合はスプレッドシートを使って一覧管理する方法もあります。スプレッドシートに関しては別の動画で解説します。今回はヘッドホンスタンドを作りながらフリーCADの変数機能バーセットを使ってみました。今回のポイントは数字に名前を付けるという考え方です。例えば 150mm という数字だけではなくポールハイトという名前を付けることでその数値が何の役割なのか分かりやすくなります。また一つの値を複数箇所で共有することで後からの設計変更にも強いモデルを作れるようになります。例えばもし全部の数値を手入力していた場合、支柱の高さを変更するとハンガー位置も毎回手修正する必要がありますので手間がかかります。さらに 3D プリンター向けのクリアランスのように後から調整しそうな値を変数化しておくという考え方も重要です。このようにフリーCADでは単なる形状ではなく設計の意味を持たせながらモデルを作ることができます。それでは今回のフリーCAD入門講座は以上です。ご視聴ありがとうございました。